隠し扉を見つけた。ああ。義族ギルドの男たちが武器の手入れをしたり酒を飲んだりと思い思いに休憩している。あらたちはよ、もともと盗みを働いたり暴力沙汰を起こしたりして罰としてこの地下街に押し込められてたんだ。だが、俺たちよりもずっと悪どいゴロつき連中が北東の裏通りにやってきてから、あいつらと戦うために義族ギルドとして団結したのさ。革鎧を着た男がいる。俺たちは地下街の味方、義族ギルドのメンバーだ。全員がスカウトだが、使う武器にはメンバーそれぞれのこだわりがあるんだぜ。俺の獲物は投擲武器。敵の中でも特に危険なのは攻撃呪文を唱える魔術師なんだが、連中は大抵公園にいるからな。そういう奴を素早く倒すために遠距離攻撃ができる投げナイフや手裏剣を用意しておくのさ。投擲用短剣は敵2体を狙えて命中率と威力が高い。手裏剣は命中率と威力が低いが、敵3体を狙えて毒と睡眠の追加効果もある。敵の種類や状況に応じて使い分けてみてくれよな。こわもての男たちが傷の手当てや道具の手入れをしている。ここが噂の義族ギルドのようだ。君たちはギルドのボスに話を聞いた。今、この国は地下遺跡に立てこもってるレイヤードってやつとの戦争で混乱してったろ。それに乗じて盗みや詐欺、金貨偽造に手を染める悪党どもが現れたようでな。俺たちが調べたところ、悪党どものアジトはこの地下街の北東裏通りにあるようだ。だが、俺たちだけじゃ戦力が足りない。お前さんたち冒険者も連中と戦ってくれると助かるぜ。悪党の元締めは金ピカの丸い盾を手下に見せびらかしていたらしい。奴を倒し証拠としてその盾をここに持ってきたら謝礼は弾むぞ。北東ね。どれどれ？ああ、悟りの昆虫さんの近くが怪しいな。地図だと北東にも入り口のないスペースが確かにあったね。さっきみたいな隠し扉があるかもってことか。どこかなどこかな。やっぱりね。どれどれ。悪党どもの顔でも拝んでやろうかね。魔物が現れた。これはまたあからさまに悪そうな奴らのお出迎えね。物理系っぽいな。アリアは私の後ろから奇襲を頼むよ。オッケー。私のトランプ技受けてみるといいわ。ダリアの弓が先制しローグへ攻撃。さらにダリアの後ろに隠れたアリアが敵の死角からカード攻撃。麻痺した相手に追い打ちの矢がヒットし撃破していった。今の奴らが例の悪党どもか？まだ出てきそうだな。備えておきましょうか。魔剣の魔術で攻撃力と命中率を、私は勇心の魔術で防御を高めておくね。魔物が現れた。お、今度はちょっと強そうだぞ。屈強そうなお兄さんに闇魔法はいかがかしら？存在へのダメージは筋肉じゃ受け止められないよ。アリアの魔法が強そうな男を撃破するも、ダリアの弓で手負いとなったローグから手痛い反撃だ。仕留め損ねたぞ。次こそは。一応隠れるね。残るうち1体を撃破し、もう一方は逃走した。味気ついたか？建設武器で確実に勝った方が良かったかもな。まあまあ、結果オーライでしょ。うわーっと手が滑った。魔法の壺、アリアの MP が吸い取られた。マジかよ。ほんのちょっと座れただけみたい。大丈夫よ。ヒヤヒヤすんな。閉めるとこは閉めてこうぜ。そうね。今は目の前に集中するわ。いくつもの作業台があり、その上には偽造書類や偽金貨作りの原版が散らばっている。ここが悪党のアジトに違いない。ってことは、この辺に奴らのボスもいるのかな？先の奴ら守衛かもな。だとすりゃこの先に。魔物が現れた。騒がしいと思ったら、女2人だ。かがれ。金ピカの盾、奴が頭か？私は後ろのローブ。
手前の5人組を牽制できるか？任せて。追い出する奴らを火攻めにしてあげる。ダリアの放った矢が鋭くローブ姿を貫いた。2体を撃破。こいつら、はえアリアの念運が炸裂。全員のローブ3体が燃えて倒れた。しかし敵の反撃で2人にもダメージ。やるじゃない。まだまだ。手負いの処理は任せろ。ボスを抑えられるか？こういう時の闇魔術ってわけよ。それ混沌するといいわ。アリアの落水が発動。クライムブローカーは眠った。ダリアの矢が手負いのローブを容赦なく貫いた。2体を撃破。コインが暴れ回っている。跳ね回ってダリアに小ダメージ。1体が戦闘から離脱した。よし、ペースは完全にこっちのもんだ。アリアは念のため敵の死角へ。私はコインを片付ける。ダリアの矢は外れたが、コインは跳ね回って戦闘から離脱していった。残りコイン1体。ボスはまだ寝てるね。コインを先に片付けましょう。おいよ。コインをすべて撃破した。残るはボスのみだ。年貢の納め時だな。ま、聞こえてねえだろうが。悪夢と共に燃え尽きるがいいわ。アリアの商団が眠ったボスにヒット。敵を撃破した。経験値と金の丸太手を入手した。オッケー。なんとかなったね。ああ、今回は大人数と厄介な敵を先んじて撃破できたのが功労者だな。これなら多分、地下2階も助っ人抜きでやっていけるな。ついでに、隣の区画も見てみる？確か以前、付近の冒険者が見つからないとかって言ってた気がするが。また今度でいっか。盾だけは渡してきましょう。報酬はもらっておかなくっちゃ。君たちは、義賊ギルドのボスに金の丸太手を渡した。あの悪党どもの元締めを倒すとは、冒険者ってのは強いんだな。おいよ、謝礼の金貨200枚だ。これからもよろしく頼むぜ。報酬を受け取った。200枚。いいお小遣い稼ぎね。薬草50個分だな。気分は、晴れた？ああ。ああ。一暴れして割とスッキリしたし、ぼちぼち戻るかな。飲み直しましょう。今度は楽しくね。そうだな。ありがとう。グー。君たちは、あまり動揺しないんだね。してないわけじゃないよ。突拍子もなさすぎてあっけに取られているだけ。そもそも、私はこれまでと全く変わらないわけですし。僕たちはそもそも、時や場所や種族に性別、それらすべてを望む形で存在しているわけじゃない。季節や時間や天の流れ、僕たちは大きな川の流れのただ一粒で、良いことも悪いこともすべて受け取って明日へと進むのがつまり生きることだよ。あなたの宗教ではそういった教えがあるのですか？いいえ、これはあくまで個人的な考え方です。私も特別扱いはもう慣れっこだよ。それにみんなのことを長く村の皆に語り継げるなら長く生きるのも悪くないと思うの。もし生きられる日数が変わったとしても、私は私の生き方を変えるつもりはありません。それゆえに仲間たちとの関係が変わることもないのです。ああ、やはり君たちに頼んでよかったと心から思うよ。君たちがその様子ならダリア君も大丈夫だろう。もしよかったら明日改めて各々の自己紹介も協力願うよ。それでは本日はこれでおいとまさせていただこうかな。
改めて今回は依頼を受けてくれてありがとう。皆さんの旅路がどうか実り多きものとなりますように。言ってはなんだけど、すごい報酬だったね。それも、とんでもないおまけ付きでしたね。何者なんでしょう、あの人は。言動ほど悪意もなさそうだし、別にいいかな。シンシアもエラルドも魔法アイテムをもらったんだね。出かけた二人は地下街まで行ってるだろうから、二人を迎えに行くついでに習得してきたらどうでしょうか。うまくいけば明日の探索にも役立つかもしれません。そうだね。ちょっと行ってきますか。そんなに遠くまでは行ってないと思いますが。おっと。みんなただいま。楽しく飲んでる？リアさんたちが追加のおつまみ代稼いできたぞ。それはお疲れ様でした。少し遅いようだったから迎えに来ましたよ。みんな聞いて。もらったアイテム使ったら自分たくさん覚えたの。おお、それは頼もしくなりましたね。僕たちも魔法アイテムを使いに来たんだ。新しい魔法ワクワク。私も聞いてくれよ。酔い覚ましに散歩してたらすっげえいいこと聞いたんだ。なんと、アイテムの価値についての詳細だ。いいですね。ダリアの無双が加速する。地下街に紹介の人がいてさ。いやーもうワクワクどころの話じゃないよ。酒場に戻って飲み直そうぜ。情報共有すっからさ。久々の宴会だったせいかしら。なんだか数百年が一気に過ぎ去ったような気分だわ。ああ、それ、気のせいじゃないらしいぞ。ダリアおはよう。何朝から深刻そうな顔してるのよ。ステータス画面、見てみなよ。ステータス？プロフィール写真が大きくなってる。ああ、そこはどうも昨日から変わってたっぽいな。それより、何かの桁が増えてねえか？300？何これ？世界の断りが変わったんだとよ。なんか昨日聞いた気もするけど、世の中には不思議がいっぱいね。やっぱり森を出て正解だったな。そこは同感。シンシア、どうしよう。私、年下になっちゃったぞ。ダリアみたいなしっかり者の妹とかすごく燃える。そうかよ。でも、私の方が4倍早く、ならお姉ちゃんでいいんじゃん？変わらないよ。そうだよな。そうさ。私たちは私たちだ。年齢なんかで変わりはしないよな。よっしゃ。支度したら男ども連れて今日も冒険するぞ。イエーイ！というわけで、一部桁違いに老けたが私たちは元気です。表現がひどいな。ともあれ、昨日の報酬も含め、習得できた魔法を改めて共有するね。ドルイドの僕が使う魔術には2つの系統があるよ。良くないステータスや怪我の治療、癒しが特徴の神聖魔法と、自然のエネルギーを利用した補助や制限のある特別攻撃、および広範囲の攻撃が得意な自傷魔法だね。神聖魔法にも敵に対して使用する攻撃魔法や沈黙、睡眠、麻痺など状態以上の付与、味方の攻撃や命中、探索を補助するスペルもあるから、回復だけでしか活躍できないというわけではないよ。地匠魔法にも単体を狙う攻撃スペルはあるし、霧やツタを使った敵へのジャミングや束縛などの状態異常付与、強い薬草程度の回復ができる呪文もある。一部の攻撃魔法が空中の敵に届かなかったり、
対象の種族が限定されていたりと、尖った効果の魔法が複数種類あるっていう感じかな。次に私。ノクターンは闇の魔術と麻痺効果のある爪での攻撃が特徴です。他の子はどうかわからないけど、私の場合、普通の防具や衣服だと力の制御が難しくなるから、一般的な武器防具は装備できません。でも、自分自身の魔力が滞りなく流れる状況なら、波の装備よりも高い防御力を発揮できるよ。なんだか自己紹介になってない？まあいっか。私は盗賊技術と複数の魔術を使う怪盗、ファントムシーフ。魔術は元素魔法と闇魔法を使えるわ。元素魔法は熱と光の魔術で、遠熱による攻撃とエネルギーによる照明、か乱、補助。単純で強力な火力と支援が扱いやすい魔術系統って感じかな。闇魔法はシーちゃんと同じで、霊気による全体攻撃と敵に無効化されない闇属性による攻撃や状態異常付与が特徴かな。この属性ならではの補助もあったりするのよね。っていう感じでいい？魔法は使えませんが一応私も。私の職業は剣士です。身軽で物理魔法問わず敵攻撃の回避に長けているのと、二刀流を用いた物理火力が高い前衛職です。蝶のように舞いなんて過ぎた表現ですけれど、ある意味重戦士よりタフな立ち回りと的を絞った攻撃ならば任せてください。私の職業は商人。活躍はこれまでも見ての通りだけど、体力もあるし使える武器も多い。たくさんアイテムを持てるし鑑定もできる。鑑定はアリアもできるが、失敗からの一時的魔法封印が致命的だからな。もう町に帰るって時以外は私がやった方がいいだろう。はは、こんなタイミングで自己紹介なんて妙な話だな。これで追加の依頼も達成と。何の話？いえいえ、大したことではないんですよ。それではいよいよ地下2階、新しいエリアも進めていきましょうか。